これは私は根本的な話をしているんです。私の言いたいこと分かりますか？私の言いたいこと、あなたは士族の何なんですか？使命があって今ここにあなたはビデオを見ているんじゃないんでしょうか？分かりますか？これを私は言いたいんです。はい、皆さんこんにちは。ワイザーコーチングのルーク樋口です。前回のビデオで私はこの地上にいるうちにですね、早く自尊感情を高め、ために生きることによって勢力要素を吸収し、自分の霊人体を育て、そして自分の中の愛を育てることが重要だというような話をしました。まだ見てない人は前回のビデオをぜひ見てください。そういった大事な内容のですね、次に私はどのようにして自分の愛を膨らませるかという方法について具体的に話そうと思ってたんですね。しかし皆さん、今アメリカでどんなことが起こっているかご存知ですよね。私もびっくりしました。何のための抗議運動なんでしょうか。事の発端はミネアポリスの白人警官が黒人を過剰な暴行によって一人の男性が亡くなった。ジョージ・フロイドさん。この人の写真は今たくさん SNS で流れています。皆さんもそのビデオをおそらく見られたのではないでしょうか。ショックですね。遠い日本からアメリカで今何が起こっているか、この抗議運動はどこまで暴動化するのか、SNS の中ではですね、たくさんの暴動のビデオが流れているわけなんですね。それを見ながら本当に私のもう胸が、もう本当に何してるんだとね、今までこうして一生懸命私たちは平和な、そして安全な社会を築いてきたにもかかわらず、この暴動でですね、本当にがっかりとしてしまったのは私だけでしょうか。皆さんもおそらくそのように感じられたのではないでしょうか。それですね、私はこの暴動がどうして起こっているのか、本当にここ数日間考えました。このアメリカでは何度かそういうことがあったんです。それをみんな知ってるんです。でも本当に溜まって我慢してきたのが今この時点で爆発したんです。だから今は人種差別の抗議運動だけではなくて、この市民対警察が何が悪いのか。実は警察が今までやってきたことは過剰な暴行、本当に職権を乱用するようにですね、その警察のバッジとガンとその制服があればですね、何をやってもいいのかと、この国民が思うようなことが多くあるんですね。もう本当にアメリカの警察怖いんですよ。もう日本の警察官の優しいのとはもう全然違う。もう私も何度かマンハッタンに仕事をしていた時にですね、もう目の前でですね、警察官に抑え込まれる男性のですね、姿を見ました。身近でそういうことがいつ起こるかわからないので、もう本当に NYPD の警察官はですね、治安を守るために本当に常に緊張した状態なんですね。そういった環境の中に私たちは安全を守られてきたわけなんですね。本当にありがたいことです。しかし今まで多くのその警察官による暴力的な逮捕の仕方、手錠をはめるにも本当に相手は抵抗していないにもかかわらず、もうガッと掴んでガッとですね、後ろにやる、本当に手に後ろにやって手錠をかけるような、もう相手は抵抗していないにもかかわらずやっちゃうんですよ。本当に怖いですよ。私はやられたことないんですけども、常にそういった事件が起こってきました。それが本当に今まで多くの黒人の方々はですね、黒人であるっていうだけでですね、ちょっとしたこともすぐに逮捕され、すぐにポケットを調べられてですね、車が乗ってたら車の中を全部調べられて、そしてそこにドラッグがないか、何か犯罪につながるものがないかということをですね、探されてしまうんですよ。アメリカの警察はですね、そういった過去様々な人種差別的な行為があったのは否定できません。しかしみんながみんなそうじゃないです。今私はニュージャージーに住んでるんですけども、ハドソン川を越えた向こうにはマンハッタン島があります。すぐそこです。そこでもう以前コロナの時に私が見た映像はゴーストタウンでした。その衝撃はすごいもんでした。これが本当にマンハッタンなのかと目を疑うような光景でした。しかしその光景が今はまた一変して抗議運動、この人々はパトカーを燃やし、そして警察官を殴りかかったりですね、
そして警察官もその人たちを暴力的に取り押さえたりですね、もう本当にすごいことになっています。今日ここで私がこの事件に関して言いたい内容はですね、ワイザーコーチング、あくまでも私のビデオはいかにして人生を成功し幸せになるかというビデオを撮っております。その観点から言いますと、このジョージ・フロイドさんを取り押さえることによって殺してしまった白人警官の家庭はどうなのか。この奥さんは実はアジア人で、本当にミス・ミネアポリスにも選ばれるような美しい女性みたいですね。しかしこの奥さんがこの後すぐに離婚したと聞きました。この2人の関係はどうだったんでしょうか。私は深くは知りませんが、もしこの白人警官と奥さんとの仲が良く、奥さんが旦那さんをしっかりと支えているような関係であったならば、その後すぐに離婚するでしょうか。おそらく夫婦は不仲だったんじゃないでしょうか。そこに鬱憤がたまり、ストレスがたまり、そして本当に何かむしゃくしゃしたものが自分の中にあったんでしょうね。ですからそういったその業務上の上で鬱憤を晴らしてしまったんではないでしょうか。どうですか。この奥さんとの関係がここにも反映していると思いませんか。そしてもっと言えば、私はこのビデオを見ながらですね、どうしてこの子たちはガラスを割って、そしてその中にある商品を取っていくんだろうか考えました。この商品を取っていく人たちの姿を見て、このナイキの店に入ってですね、もうこの箱を何個も抱えてですね、家に帰ります。そこに愛する子供がいて、愛する妻がいます。お父さんお帰りなさい。今帰ってよ。この箱をですね、ナイキの箱をボーンとたくさん持ったお父さんが帰ってきました。ボーンと。あれ、お父さんどうしたの？このプレゼントありがとうって子供が言いますよね。そのお父さん何と思うんでしょうか。いや、実はさっき暴動のそのさっき、そうだね。このお父さんお金どうしたのって言われてもですね、答えられないでしょ。私はそうは思わないんですよ。というのは、もしこの人が愛する奥さんと愛するお子さんがいたとするならばですね、店に入ってそのものを取るでしょうか。両親の呵責に苛まれますよね。もしあなたがこのガラスを割って店に入っている連中がダダダーっと店に入ってもいっぱい物を取って出てくると、そこにあなたが出くわしたらどうですか。考えてみてください。あなたはその人たちと一緒に店に入っていって物を盗みますか。おそらくそうはしないでしょう。そのビデオを撮る中でも2通りの人がいました。入って物を盗む人、それを傍観する人もいたんですよ。もうこれはまさに自分の中の良心の基準が高いか低いか、これが大きく関わってくると思いませんか。その良心はどこから来るんでしょうか。その良心基準は自分がどれほど家庭に愛されてきたか、信頼されてきたか。親から信頼されていればですね、子供は悪いことしないんですよ。私は本当に親から信頼されていると思ったのはですね、高校の時代タバコも吸いません。そしてなんかもうみんなが授業をサボってなんかやってる時もですね、麻雀してても私はしませんでした。今友達聞いてるかもしれませんけど、そうやって友達そういうことはしませんでした。もう本当に親から信頼されてるってことは非常に重要なんです。想像するにはですね、この暴動を起こし店に入って物を取っている人にこの家庭はどうなのか、お父さんお母さんが十分にこの子たちを愛してきたのか、この子たちはおじいちゃんおばあちゃんの愛を受けて育ったんだろうか、いろいろ考えさせられました。家庭環境です。日本の東北大震災の時に日本人は地震で潰れた店に入って物を取ろうとしませんでした。それを多くの外国は絶賛しました。日本人のモラルがどれだけ高いのか、しっかりと秩序を守っている日本人を見て本当にすごいと世界の人は思いました。
本当に日本人はすごいんです。日本はなぜかというと、本当に家庭を大切にしてきたからです。東洋の思想、儒教の教え、仏教の教え、そのモラルの教えがですね、私たちの家庭に染み込み、私たちの DNA に刻み込まれているわけなんです。だったらアメリカは違うのか。アメリカの歴史を振り返ったら、この黒人の歴史は本当に大変な歴史なんですよ。マーチン・ルーサー・キング・ジュニア牧師のですね、この公民権運動、こういった抗議運動、それは非暴力の抗議運動だったんです。こういう抗議運動によって正義が勝ち、そして自分たちの市民権を得てきたわけなんです。ですからアメリカではこの抗議運動というのは本当に素晴らしい社会運動の一つなんです。ですからこの抗議運動が悪いと言っているのではありません。でこの中でも暴動を起こし、そして物を燃やし、物を壊し、この行動はどこから来るのか。これは人間の中の怒り、人間の中の不平不満、不安、そういうことが勃発して破壊衝動に駆られるというんですね。そういった不安、不平不満、その怒りはどこから来るんでしょうか。これは家庭環境が悪い。それは一代だけのことではありません。そのお父さんお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、そして先祖にそういったたくさんの恨みを受け継いできてしまった。その自分の中の怒りがそういう衝動に走らせるんですね。これは私は根本的な話をしているんです。根本的にこれをどういうふうに直すのか、これが一時的なものとして収まって、この人たちを逮捕して終わるんじゃないんですよ。これから人類が本当に平和に、そして安全な国になるとするならば、皆さんどうしたらいいと思いますか？どうしたらいいんですか？これはまた5年後起こるかもしれない。これはまた10年後起こるかもしれないんです。こういうことがずっと続く社会でいいんでしょうか？実はこれを解決する方法は一つだけです。家庭の再構築です。家庭が本当に今からみんなが愛を中心として、誠の父母というですね、本当の愛を自分たちが受けて、そしてその愛にもって妻を愛し、子供を愛し、そしておじいちゃんおばあちゃんを愛してですね、愛を中心として家庭を再構築することによって、この世界は平和で安全な社会になるんですよ。もうそれ以外には考えられません。自分たちが物を取って家に持って帰ってきた愛する子供と奥さんに言えないでしょう。親から信じられている子供が本当に悪いことできないんですよ。両親が自分を犯罪に走らないようにするんです。そうじゃないですか？皆さんどうですか？親が悲しむことを子供はしたくないんですよ。しっかりと親から愛されていたらの話です。反対に親がほったらかしで何もケアしない、自分に何の愛も受けてくれない子供たちは、それに反発して犯罪行為に走ってるんですよ。日本でも様々な事件があります。この犯罪した人たちが愛する子供がいるんでしょうか？愛する妻がそこにいるんでしょうか？もし愛する妻と子供がいたらですね、その人はそんなに犯罪に走ることはないんです。私の言いたいこと分かりますか？私の言いたいこと、今日はこのジョージ・フロイドさんの死を犠牲にしてみんなは何を悟るか、自分がどのように変わるのかが問題なんです。自分がどのように今後生きていくのか、これを教訓にして私はどういう人生を歩むべきなのかを考える時じゃないでしょうか。そういったことを相沢コーチングでは常に考えています。様々な事件、様々な現象、これはすべて私の教訓として、そして私がどのように変わっていけばいいのか、この教訓で本当に自分は子供を愛して、妻を愛して、また旦那さんを愛して、子供が親に信頼されている子供にいかに育てるのか、これが問題なんです。
何かということで起こっている事件、また事件が起こった、自分には何も関係がない。それじゃあ、人間はいつまで経っても成長しないんですよ。わかります？もうこれだけです。今日言いたい言葉ですね。皆さんが起こっている周りの事件、実はその人たちの家族構成はどうだったのか、この人たちの親はどう思っているのか、この人たちの育ちはどうだったのかという視点に常に考えてみてください。何が必要ですか？私たちには誠の父母が必要だということを気づいてください。本当にそのために私がコーチングが必要なんです。誠の父母を知っているコーチが多くの人々を愛することが今後この社会をよりよく変えていく方法だということを私は皆さんに言いたいんです。このビデオを見ている中でですね、本当により人のために生きたいと思う人がいたらですね、コーチング、私の方に連絡ください。一緒にコーチングをしながら人々を救ってですね、助けて良くして、そしてこの社会を良くしていこうじゃないでしょうか。これはどんどんと日本で広がるべき運動なんです。ワイザーコーチングでは社会運動として今後多くの人々が誠の愛を知った人々が、あなたがコーチになってこの世の中の人々をより良い家庭に変えることを教えないといけないんです。自分の家庭時悩んでいていればダメなんです。早くその自分の家庭を解決するために私に E メールください。そして私に E メールくださったその解決をお教えしますし、それを手助けします。あなたの家庭とあなたの夫婦の関係が良くなったら、次は他の人、自分の士族。あなたは士族の何なんですか？あなたは士族の何なんですか？多くの士族、そして友人たちをより正しく真理によって導く使命があって、今ここにあなたはビデオを見ているんじゃないんでしょうか。わかりますか？わかりますか？これを私は言いたいんです。このアメリカの事件を通して皆さんは何を思っているの？何を考え、これを見てすごいな、アメリカは大変だなっていうことを思っているんじゃないんですよ。このビデオを見たあなた、これは私の事件であり、今後私が本当に家庭を大切にする、そういう人を多く、一人でも多く、早く、誠の愛を知って、誠の父母を知った人間が誠の愛を教えて、父母の立場でコーチをしてあげることによって、この人類が、この多くの人々が良くなっていくということなんですよ。まだわかりませんか？もう一回言いましょうか？もう一回見てください。もう一回このビデオ。もう一回私が何を言ってるか、もう一回見て、そして多くの人に言ってください。もうこれしかないから、はっきり言ってこれをやらないと、早くやらないとダメなんですよ。もう早く、もう焦ってるんです。お母さん焦ってますよ。皆さんのお母さん焦ってますよ。本当にこれを私たちは早く多くの人々に真理を伝えないといけないでしょ。真理を。誠の愛を伝えないといけないでしょ。誠の父母を伝えないといけないでしょ。これを私たちはワイザーコーチングでやってるんですよ。わかります？この事件の犠牲を無にしないでください。今社会が本当に大変なことになってます。みんなは父母が必要なんです。みんなはこの父母の愛が必要だということを皆さん伝えましょうよ。どうですか？今日はこの辺にして次のビデオもう少し違った観点からお話ししていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしていてください。では今日はこの辺でバイ。